おはようございます。ジンギター工房の神谷です。いつもご視聴ありがとうございます。質問&リクエストフォームから取り上げます。ギブソンレスポールスタンダード98年製のネック裏だけポリ塗装ラッカーとの混在にできますか？職人さんがネックを握った手の跡が白くついていて、多分木の削りカスの粉末です。その上に塗装しているギブソンクオリティが気になっているので質問いたしました。ギブソンクオリティなので諦めましょう。以上。はい。ネック裏だけポリ塗装にできますかで、ラッカーとの混在って書いてあるんですね。基本的に塗装というのは、ギブソンの、ギターに関しては、ほぼオールラッカーです。下地もラッカーですし、サンディングシーラーもラッカーですし、トップコートもラッカーです。機種によってね、ポリとか使われてるのもあるかもしれませんけれど、基本的にギブソンの、ギターに関してはラッカーだと思ってください。ラッカー塗装の上にポリ塗装っていうのはダメです。ポリ塗装の上にラッカーを上塗りするんであれば OK です。もしそのネック裏だけポリ塗装にしたいということであれば、現状の塗装が残っている状態のまま、ポリ塗装をしていっては絶対ダメです。ちなみにそういうふうなことをしたケースが、こういう感じになってしまいます。こういうふうに剥離が起きちゃったりとかね、しちゃうんですよ。このご質問のケースですと、ネック部分を全て完全に生地まで剥がしてあげて、それで改めてポリ塗装でゼロから塗装するっていうのはできますね。ただしどこかで区切りをつけなきゃいけないので、レスポールの場合でしたら、この部分でしょうね。この部分で円を切ってあげて、こっちから上側は完全に生地まで剥がす。で、こっから下は、全く手をつけないっていう、その境界線が必要です。どうしてもこういう境界線をどっかでこう区切ってつけてしまうと、その部分っていうのは多少段差ができたりとか、あとはシースルーとかであれば当然ながら色合いとかね、この辺だけ少し濃くなったりとか、いろいろ問題が起きてくるので、見た目は若干汚くなっちゃいます。木の削りカスの粉末ですっていう風に書いてあるので、多分完全に生地まで剥がさないと綺麗にならないと思うんですよね。だからどちらにしろ完全に生地の面まで落とすことになるとは思うんですけれど、生地の面まで落としたんであればポリ塗装にしても全然大丈夫です。ただね、境界線の部分でどういうことが起きるかっていうのはちょっとそこまではわからないですね。デタッチャブルじゃなくてセットネックとかのケースで、ネック側だけポリ塗装にしてボディ側だけオリジナルのラッカー塗装のままっていう、そういった塗装はしたことがないので、その境界線の部分でどういうふうなことが起きるかっていうのはちょっとわからないですね。ただ単純に長い年月で考えてみると、そこの境界線の部分であまり密着性が良くないくなるので、ちょっとどうなのかなっていう気はしますね。それほど気にしないでも大丈夫だと思うんですけど、あとは最初に言った通り、ギブソンクオリティなので、それを楽しむっていうのも一つの手だと思います。はい、次、ヴィンテージの音についての動画を拝見しました。仰せの通り、手元のヤマハ FG はとても良い音がします。ただ、トップの塗装が劣化しているため、軽くサンディングをしてクリアラッカーをかけてやろうかと思うのですが、音に影響するでしょうか？また、ネックの塗装はどうでしょうか？ご教示いただければ幸いです。同じ塗装つながりで、これもちょっと取り上げたんですけれど、先ほどのケースと一緒のように、基本的なこととしてラッカーの上にポリはできないですね。で、ポリの上にラッカーは可能です。まずアコギの場合だと、最終的に水研ぎをして、その後バフィングっていう艶出しねまで行うということであれば、アコギの場合はブリッジとピックガード、あれが邪魔になってきます。アコースティックギターの製造工程において、ブリッジとピックガードっていうのは最後に、接着したり貼り付けたりするんですね。要はブリッジとピックガードは全く取り付けていない状態で塗装をして、水研ぎバフィングまでして、で最後の最後にブリッジを接着する部分だけ塗装を
こう剥がして、ある程度マスキングはしてあるんですけれど、でそれでブリッジを接着する、最後に接着する、でピックガードも最後にペタッと貼る、でそれで完成なんですね。ですからアコースティックギターのトップ面に何かしら塗装をしようと思うと、まずそのブリッジとピックガードを一旦剥がさないといけないんですよ。ブリッジの部分にこうマスキングをしたりしてこう吹いてっただけだと、どうしても最後の水研ぎとかの時にその際の部分とか全然綺麗にできないんですね。音に影響するかって言いますと、もちろん上塗りなので新たな塗料が1枚膜で覆われることになるんですよね。厳密に言うと音にも影響はあると思います。ただ明らかにその上塗りをしたものが音が悪くなるかどうか検証はしたことがないので一概には言えないんですけれど、単純に考えてみて上塗りで何回かこうさらに塗料の厚みが増えるわけですから、多少音には影響はあると思います。まず見た目の問題で素人さんが手を出すにはちょっとこれは敷居が高いかなっていう気はします。見た目はもう無視してトップコートをこう吹きっぱなしでそれで完成で OK なんであればできなくはないと思うんですけれど、よほど常日頃からこういうのが趣味でやってるとかそういうことでない限りはほぼ 99% すごく今より汚くなると思いますので、今のままの方がいいとは思います。はい、では次最後、ストラトのサドル高さ調整はネックの R と同じような R で調整するものですか？すっごくシンプルなご質問ですね。まず最初に結論を言いますとその通りです。同じような R で調整します。というよりかは1弦から6弦までバランスよく弦高調整をしたものに関しては指板の R とほぼ同じ R になるはずです。でイラストレーターでちょっと図面を描いてみたんですけれど、直径 610mm の円を描きました。円周の要は丸みの部分ですね。そこを拡大した図面なんですけれど、12インチ R っていうのは 12×25.4 なので 304.8 ですよね。ですからこれが12インチ R の曲面だと思ってください。下のこの黒い線に関しては指板面ですよね。フレットの頂点の R って言ってもいいんでしょうけれど、この上の赤い線、これは1弦側を 1.2mm に設定して、でその1弦側を支点にしてあげて角度をこういうふうに調整してあげました。6弦の部分で 1.5mm になるように、角度を少しこう傾けたんですね。その他の2、3、4、5弦を計測してみるとこのように 1.26mm、1.32mm、1.38mm、1.44mm とバランスよく 1.2mm から 1.5mm まで上がってるじゃないですか、弦高が。ですから弦高をバランスよく調整さえすれば指板の R とほぼ同じ R になるはずです。弦高っていうのは人それぞれです。高い弦高が好みの人もいれば低い弦高が好みの人もいます。1弦から6弦まで徐々に上がっていくっていうようなセッティングではなくて、1弦から6弦まで全ての弦が同じ弦高にしてるものもあります。サーのギターがそうですよね。でしたよね、岡村さん。私が岡田インターナショナルさんに関わってた時にジョン・サーのギターのセッティングとかね、その辺の調整の仕方をこう教わったことがあるんですけれど、サーのギターに関しては基本的に1弦全ての弦の弦高は同じにセッティングしてあるはずです。今はどうなのか分かりませんけれど、もう17、8年前の話ですけれどね。ちなみに、アコースティックギターの場合は指板面の R が例えば12インチ R なのであればブリッジサドルの上面の R も12インチ R にします。よくあるんですけれど、ブリッジサドルの R がものすごく平坦に近かったりとか、逆に 7.25 インチ R とかね、ものすごくきつい R にしてあったりする場合、その場合には弦高がねちぐはぐになっちゃうんですよ。例え話ですけれど、1弦側と6弦側を 1.5mm、1.5mm にしたにもかかわらず、真ん中の3、4弦の部分で弦高が 1mm とかね、かなり低くなっちゃったりとかする場合もあります。
そういう時はブリッジサドル側の R を見てみるとかなり浅い R、 平坦な R に近い場合とかがよくあるんですね。でそのまた逆もあって 1.5mm、1.5mm にしたにもかかわらず3、4弦の弦高が 2mm とかね、少し高めになってるっていうこともあります。そういう場合はブリッジサドルの R が指板面の R に比べてかなりきつくなってるっていうケースがあります。であと最後におまけ、この図面を見てください。ちょっと細かすぎるんですけれど、同じ円、直径 610mm の円を上の方向に 1.5mm だけずらしました。左右のこの1弦側と6弦側の弦高を測ってみたところ 1.52mm なんですね。差が約 0.02mm ですよね。で0.1mm の5分の1ですから、ほぼ無視していいというか気にしなくていいレベルなんですけれど、何が言いたいかっていうと、もしね文字通り指板の R とこの弦高の R が全く一緒だとしたら、コンマ何ミリ以下の単位で言うのであればこのように 0.02mm の差が出てきます。いやそんなもんどうでもいいよって話なんですけれど、せいぜい 0.1mm とかぐらいだったら慣れでこうスケールでね計測しながら微調整できますけれど、こんな感じで全く同じ円をそのまま上方向にずらすと厳密に言うと弦高は約 0.02mm だけ差が生まれてきちゃいます。もし仮にですよ、この 0.02mm 差の差をなくすのであれば赤い線の部分は少し直径を小さくしないとダメですよねという、そんな話もあります。はい、ということで今日は以上になります。よろしければ高評価ボタンとチャンネル登録をお願いします。それでは。